不動産屋さんの階段へようこそ。古い昭和の時間が止まったような建物は時々違う時空に存在するのかもしれません。さて、今回のお話は現在福岡県にお住まいの主婦の方、仮に玲子さんとお呼びしますが、玲子さんが今から20年ぐらい前に東京で体験したお話です。それは秋から冬に変わるぐらいの肌寒い時期でした。玲子さんは当時個人の仕事で東京に泊まりがけで行かなくてはならなかったそうです。玲子さんにとっては立ち上げたばかりの事業だったので、できる限り出張費を抑えて東京で営業をかけなくてはなりませんでした。そこで東京の友人に東京郊外の西のエリアにアクセスが良い安い宿泊施設がないか尋ねました。すると友人が教えてくれたのは JR 中央線の T 駅から徒歩圏内にある小さな個人経営の旅館でした。東京都内にあって一応家族でも泊まれるようなところで、とにかく安いのはここしかないということでした。プライバシー保護のため旅館の名前はイニシャルを取って軽旅館としておきますが、2022年に取り壊されて今はないそうです。さて、そこで玲子さんはその軽旅館に行ってみると、思わずやばいと思ってしまいました。それはかなり古いくたびれた木造の旅館で、旅館というよりは普通の2階建ての一軒家という感じでした。それでも一泊素泊まりでたったの4000円でしたので、玲子さんは仕方ない我慢しようと覚悟を決めたそうです。早速ガラス引き戸を開けて玄関の中に入り、かまちを上がると、中も当然古い昭和の作りの住宅仕様でした。すると年配の愛想の良い女性2人が「いらっしゃいませ」と言って現れました。そして親切にいろいろ旅館の説明をしてくれたので、玲子さんは少しほっとしたそうです。その女性たちはおそらく家族のようで、玲子さんを2階のちょうど玄関の真上の部屋に案内してくれました。その部屋の扉は珍しく引き戸で、旧式の鍵穴に鍵を突っ込んで開けるタイプの扉で、中に入るとそこは小さな4畳半の部屋でした。でもちゃんとテレビもちゃぶ台もあり、寝るだけなら十分だったそうです。ただちょっと問題はトイレが共同で、玲子さんの泊まる部屋からは7、8メーターくらい離れた廊下の先にありました。またお風呂は1階にあり予約交代制でしたが、中を覗くととてもじゃないけれども怖くて入ることはできないと思いました。薄暗く冷たい時代遅れのタイル張りで、ゾッとするくらい古かったそうです。そこでお風呂に入るのは諦めて、玲子さんはご飯を食べたら早く寝てしまおうと思いました。そして夜の11時ごろに布団を敷いて寝る準備をしたそうです。すると玲子さんはふとトイレに行きたくなりました。そこで部屋の引き戸を開けると、廊下は真っ暗でした。もう他の泊まり客は寝ているのか、2階には自分だけなのか、冷たい廊下はシーンと静まり返っていました。でも玲子さんは寝る前にトイレには行かないと思い、暗い廊下に出ようとしたのですが、怖いので足が重く踏み出せませんでした。するとふと今開けた引き戸が目に留まり、玲子さんはぎょっとしたそうです。なんとその引き戸一面に血しぶきのようなものが飛び散っていたのです。よく見直してもそれは血しぶきで、赤黒い飛沫がこぶりついていました。玲子さんは一気に恐ろしくなり、トイレどころではなくなってしまいました。なんなのこの血は、もうトイレには行けない、我慢するしかない、そう思いすぐ布団に入りました。
玲子さんはいくら安くてもここには泊まれないと自分の節約志向を後悔したそうです。でも今更どうすることもできず、早く寝てしまおうと目をつぶって静かにじっとしていました。しばらくすると突然ガサ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 とかすかに部屋のどこかから音がしてきました。はっとした玲子さんはどこから聞こえる音かと耳を澄ませました。あ、ひょっとしてネズミか何かがゴミ箱を漁っているのかな、そう思ったそうです。気持ちが悪かったので玲子さんはすぐ電気をつけてゴミ箱や部屋の中を確認しました。でもネズミがいるわけもなく、また音がするようなものもどこにもなく、あれ違うな、なんだろうといよいよ気味が悪くなりました。そして急に頭の中は目の前にある扉の血しぶきのことでいっぱいになりました。それを怖いと思うとその血しぶきがさらに気になってきました。でもこれ以上気にすると神経が立って眠れなくなるので、玲子さんは気を取り直して電気を消して布団に入りました。この時すでに玲子さんは部屋の中に違和感があることになんとなく気がついていました。そしてどれくらい時間が経ったのか、おそらく夜中の2時か3時頃だったのではないかと思うそうです。旅館は水を張ったように静まり返っていました。玲子さんには不自然なほど何の音も聞こえなかったそうです。すると突然廊下からギシギシギシという誰かが歩く足音が聞こえてきました。玲子さんははっと我に返りました。そのギシギシと床板がきしむ音は間違いなく誰かがトイレの方に向かっている足音でした。玲子さんはもしトイレに行く人がいるなら私も一緒に行こう、そう考えました。誰かが一緒なら怖くないからと急いで布団から飛び起きてガラガラっと部屋の引き戸を開けたそうです。すると廊下はシーンと静まり返り、そこには誰もいませんでした。たった今間違いなく人が歩いている音が聞こえたのに、扉を開けた瞬間足音はピタッと止まり、人など歩いていなかったのです。玲子さんに見えたのは廊下の先のトイレの前の電球だけで、辺りをぼーっと薄暗く照らしていました。玲子さんは自分が次元の違う異空間にいるような感じがしました。今私がトイレに行ったら絶対何か怖いことが起きる、そう確信したそうです。そこで玲子さんはすぐにまた布団に潜り込みましたが、朝になるのを待つしかないと思いました。でも空が明るくなるにはまだまだ時間がありました。何も考えないように心を落ち着かせようと目をつぶっていたのですが、部屋の中は時空が歪んでいくようなどんどん重い異質な空気に覆われていきました。するとしばらくしてふと部屋の中に誰かがいる気配がしたそうです。ぼーっと部屋の隅に誰かが立っているような、そんな気配でした。誰かいる、そう思うと玲子さんの心臓の鼓動は速くなり、全身冷や汗が出てきたそうです。もし今部屋を見渡せば得体の知れないものがいるのがわかるので、絶対見てはいけないとずっと目をつぶっていました。そして早くいなくなれと念じながらじっと耐えていました。すると玲子さんのすぐそばでスースーという誰かの息遣いが聞こえてきました。
玲子さんは自分の枕元に誰かいると分かると全身血の気が引いたそうです。それは寝息とは違う確かな人の呼吸音でした。そして部屋の空気はさらに冷たく張り詰め、部屋全体が異世界にあるような感覚になりました。長い夜は続き、その間も聞こえていた息遣いがふっと途絶えて聞こえなくなる時があり、玲子さんがほっとするとまたすぐにスースーという息遣いが聞こえてくる、その繰り返しだったそうです。恐ろしくて玲子さんは一睡もできずに息遣いの音に耐え、夜が明けてくるのを待ちました。そしてやっと窓の外がしらじらと開けてきたそうです。その頃にはもう息遣いの音は聞こえなくなっていました。そこで玲子さんはすぐに布団から飛び起き、ダッシュでトイレに行き、大急ぎで身支度を整えるとすぐに旅館を出たということでした。もう二度とここには泊まらないと決めて仕事に向かいました。さてその後玲子さんはこの軽旅館のことが気になりました。そこでネットなどでいろいろ調べてみると、それは東京では知る人ぞ知るミステリーゾーンの怪奇旅館だったことが分かりました。軽旅館で過去に忌まわしい事件事故とかは全くなかったのですが、その磁場なのか建物なのか、そこだけ不可思議な現象が起きるミステリーマニアに有名な場所だったようです。冒頭でもお話ししましたが、今はすでに取り壊されて軽旅館はありません。現在その跡地にどんな建物が建っているのか、ミステリーゾーンとして不可思議な現象を継承しているのか、とても興味があるのでいつか調べてみようと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。